まずお一方目、こちら、男性ですね、風太郎さんという32歳の方からご投稿いただきました。ありがとうございます。早速なんですが、これからご説明する話は私の実体験です。風太郎さんの実体験を送ってもらいました。私が見たこと、経験したことが何だったのか今でもよく分かってはいませんが、実際に怖い経験だったのは事実です。それは私が小学生低学年の頃のお話です。風太郎さんが本当に6歳、7歳、8歳とかね、それぐらいの年の頃にあった話なんですね。ちょっとこれね、すごい話なんですよ。母親と一緒にですね、近くのスーパーへ買い物へ行った時の話なんです。時間はお昼ぐらいでした。明るい時間です。そこはよく行くスーパーで、いつものように母の後ろについて店内へ入ろうとしていたんです。スーパーの作りとしましては、お店の外に買い物終わりの、おばあちゃんとかおじいちゃんなんかがね、少し休憩するようなベンチとか灰皿なんかが設置してある休憩スペースがありました。で、そこでですね、よくおじいちゃんおばあちゃんたちが話をしていたんです。で、その休憩スペースのベンチとベンチの間ですね、その真ん中中央を通って店内に行くという形なんですが、いつもね通っているので普通に店内へ向かっていると、なぜか母だけ先に店内へ入っていったんです。これね、不思議なんですよ。別にお母さんが走ったとかじゃなくって、自分だけなぜか遅れてしまった。これなんで自分だけが遅れてしまったのかはわからないんです。そうすると、今自分はね、その待合スペースのね、間を通ってますが、お母さんは前に行ってしまって、店内に行ってしまった。自分だけ待合スペースの中に取り残された状態なんですが、そうすると、待合スペースの色がどんどんなくなっていって、白黒に近い色になっていったんです。私は色がある。だけども、他の人たちは透けたりはしてないんですが、何か色が薄いんです。自分は母に追いつきたい気持ちが強く、先に行ってしまった母の方を見ると、いつからいたのかわかりませんが、お母さんと思ったら、目の前にですね、私より1歳から2歳ほど年下の白黒の男の子が目の前に立っていたんです。見た感じ、足もあり、確実に地面に立ってはいるんですが、私的にはそれが浮いているような感じがして怖かったのを覚えています。先に行きたいのに、目の前の男の子が道を塞いでいる。横を通り抜ければいいんでしょうが、なぜか体が動かない。体感としては1分から2分ほど経ったでしょうか。ずっと行きたいけども行けないっていう状態ですよね。すると突然男の子が自分に話しかけてきたんです。あんた、死人？意味がわかりませんでした。死人という言葉が何なのか、小学校低学年で初めて聞く言葉だったので、わけがわからず答えられずにいました。何なんて聞き返したんです。すると男の子は繰り返し何度も何度も、あんた死人？あんた死人？と聞いてくるんです。別に怖い感じで言ってるわけではないんですが、単調な口調で繰り返すので、やはり怖いなというイメージになってきました。私は意味がわからないので答えられない。ずっと繰り返し質問を投げかけてくる男の子。私は必死に考え、死人っていうのはなんか俳句とかを書いたり読んだりする人なのかな。詩人ってありますけどもね。と勘違いをし、じゃあ自分は違う。違うよと答えたんです。ここでようやく体が動くようになりました。母を追いかけ、6メートルほど先の自動ドアへ向かって走っていきました。結構な時間が経っていたとは思っていたんですが、母はまだ自動ドアを越えて数秒という場所にいたんです。そこで母に抱きついたのを覚えています。あまりにも鮮明に、現実ではありえないような記憶が残っているため、夢なのかなとも思うんですが、母に、あの時、そのことを定期的に聞くんです。すると母は、あの時あんたね、ものすごく怖がってて、
見たことがないくらい顔色が悪かったから、急いで買い物を済ませて帰ったのを覚えているよというふうに毎回言います。怖いからですね、あまりその話をぶり返さないでと言われながらも、私はやっぱり実際にあったんだなと再確認することになります。すごい話ですよね。いつも行ってるスーパーなんですよ。で、おじいちゃんおばあちゃんなんかがね、休憩されてるというスペースがあって、その間を行くんですが、なぜかお母さんが先に行っちゃって自分だけが取り残された瞬間に世界が変わるんですよね。自分だけ色鮮やか、でも他は何か色が薄い感じになっていく。で、この中のもう時間軸ってちょっとおかしいですよね。結果ここから抜けた後に、体感では1分2分あったのにお母さんは全然進んでない。だからやっぱり時間の流れがおかしい場所にいたわけですよね。で、ここで男の子に言われたあんた死人、死人ということとね勘違いをしたんですけども、きっと死人というのは亡くなってる人っていうことなんでしょうね。で、これね間違えて、勘違いで違うよと言えたからよかったんですけども、もしそうだよと言ってしまってたらどうなのかなというふうにも思いますよね。だからこのね何度も聞いてくること、これは気味が悪くて怖かったとは言ってるんですけども、何かその男の子が死人と聞くときにそういう怖いという感じはしなかったっていうねことがあるので、きっとその男の子って悪い存在なんじゃないのかなという、迷い込んでしまった、こちらね、風太郎さんがいたわけで、そこで死人じゃないんだって分かったらちゃんと返してあげようと思って、だからそういうふうに優しく聞いてたんじゃないのかなと、そういうねいい存在なんじゃないかなとも思ったりもするんですが、ただやっぱり死人ですっていうふうにね答えてしまったらどうなってたのかななんて思っちゃいますよね。でもこれがあると怖いですよね。いつも普通に通ってる、いつも通ってるスーパーですよ。そこが急にそんなこの世の狭間、あの世への入り口みたいになってしまうんだとしたら、防ぎようがないなぁなんて思ってしまいましたが、非常に怖くて面白い話でした。ありがとうございました。続きまして、翔子さん、女性の方ですね、送っていただきました。ありがとうございます。ゾッとするかどうかわからないんですが、これは私が体験をしたことです。私は特に霊感はないです。当時バーテンダーをしていた時の話なんです。私の実家はマンションで10階建ての6階が私の部屋。マンションの目の前に川があり、川を挟んだ先に団地があります。ベランダから川や団地が一望できるという感じです。本当にベランダからのね景色がいいという場所にね住んでらっしゃったんですね。何年か前の夏のある日です。夜型の生活になっていたせいか、夜中はいつも眠ることができず、午前2時くらいにタバコを吸いに行こうとベランダに出たんです。いつもは気にならないんですが、その日はなぜか前の団地の方が気になってぼーっと眺めていました。すると団地の一室のベランダに黒くもやもやしたものがぶら下がっているように見えたんです。目の前の団地のある一部屋一室ですね。そのベランダに黒いもやもやしたものがぶら下がってる。夜中だし洗濯物かなと思い部屋に戻ったんです。そしてまた午前5時頃、タバコを吸いにベランダに出ました。夏なのでもう空は明るくなってきており、さっきの洗濯物何だったのかなと確認しようと見ると、まだ黒くもやもやしていてなんだかわからなかったんです。なんやねんと若干イライラして寝ることにしました。その日のお昼には起き、またベランダに行ったんです。するとそのもう黒いもやもやはなくなっていました。やっぱり洗濯物ねと思ったその時でした。とんでもないことに気づいたんです。自分が見ていたその向かいの団地のもやがかかっていた部屋、これ空き部屋だったんです。じゃあ洗濯物干してあるわけないですよね。それからまたある家族が引っ越してきました。しかもまた半年も持たず、また空き部屋になってしまいました。やっぱり何かあるのかなと思っていたある日、また夜中に起きてしまったんです。そうしたら夜中、私の家の廊下を誰かが歩いていて、私の部屋に近づいてくる気配がするんです。母と二人暮らしだったので、お母さんトイレかななんて思ってたんですが、トイレに行く音はしません。
間取りで言うとですね、玄関を入ってすぐ左手が私の部屋。右にトイレ。で、長い廊下があって、キッチンとかリビングとかダイニング。で、その一番奥が、母の部屋といった感じなんです。ですので、私の部屋ではトイレの扉の開け閉めの音は確実に聞こえるんですが、しないんです。しかも、近づいている何かは、鈴のようなものを持っているのか、一歩ごとに、シャリーン、シャリーンと聞こえます。音で言うと、神楽の鈴のような感じ。3歩ほど近づいてきた時に勇気を出し廊下に出ました。誰もいません。案の定何もいなくなって、ビビったなと思い、その日は寝ました。というお話をですね、お店のお客さんにしたら、それ、神楽の鈴でよかったね。尺状の音だったらやばかったかもよ。七人岬かもね。それだったら完全に部屋に入ってきたら命が危なかったかもしれないよと言われ、私はかなりゾッとしました。これが私の実体験です。七人岬ね。はい。どんどん入れ替わってね、次から次へとですね、犠牲者を出していくというね、呪い。そのね、七人組って話がありますけども、尺状の音でってありますよね。で、これいろんな怪談聞いてると、確かにね、この、七人岬かどうか置いておいて、同じような音じゃないですか。神楽の鈴と尺状って。でも全然意味違うみたいですね。やっぱりね、神楽の音鈴っていうのは、割とその地の氏神様、神様が現れてくれてるような、別に怖いとかではなく、ご利益があるってほどでもないんだけども、神様が現れてるみたいな、そういう存在。ただやっぱ尺状って、何かね、よくあるんです、怪談でも。家の周り、部屋の周りを尺状がね、なんかシャン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 で聞こえるみたいな。ただやっぱ良くないパターンが多いんですよね。ただ皆さんもね、ちょっと鈴の音っぽいなーっていう時には、これは神楽の鈴なのか、尺状なのかっていうところ、ちょっとね、要注意でね、聞いた方がいいかもしれませんね。ただこれ、面白いというかすごいですね。黒いもやってやっぱ良くないじゃないですか。だいたいこの怪談とかね、聞いてると、白いもやは OK。赤はちょっとダメ。黒は絶対ダメみたいな。なんか色ごとにね、危険度って表されること多いんですけど、黒いもやが布団のような感じでかかってたと思ったら、実は誰も住んでなかった。だからもともとね、布団じゃなくて、なんかやっぱもやがあったわけですよね。で、そこに、もともと空き家部屋だったんだけども、引っ越してくると、それが、半年持たずに家族が出てってしまうっていう。だからまがまがしい何か良くない存在がその黒いもやだったのか、そこ自体が霊道みたいなことだったのか、もっと言うと霊血みたいなね、もっと怖いものだったのかわかりませんが、やはりその黒いもやがある部屋というのは何か良くない部屋だったんでしょうね。ありがとうございました。さあ続きましてですね、こちらペンネーム男性の方、麦尾さんからいただきました。ありがとうございます。私の母の体験を投稿させていただきます。私の母は小さい頃から霊感があるようで、心霊写真を撮ってしまうことは日常茶飯事。この体験は家族ぐるみで仲が良かったママ友 A さんと8年ほど前にご飯を食べに行った時の話です。はい。お母様が今から8年ほど前ですね、ママ友の A さんとご飯を食べに行った時。この A さんからですね、相談を母は受けたそうです。A さんの旦那さんは昔から浮気癖が治らず、いつも私の母に相談をしていました。A さんも子育てに加え、遊び歩いている旦那のことでうつ病を発症されてしまったそうなんです。ご飯を食べに行った際もその相談だったと思います。それでも久しぶりに会えたことがお互い嬉しかったのか、思い出話や当時、年頃の高校生だった私の愚痴を話していたそうです。しかし母はその A さんにどこか違和感を感じたそうなんです。A さん、なんとなく手が緑色に見えていた。何色、色味というのは亀のような黒っぽい緑色だったそうなんですね。とても気になったんですが、その時は本人には伝えなかったそうです。翌日になり、私は母から飛び起こされました。A さんが自宅でどうしてしまったそうなんです。あまりにも衝撃的で、母の悲しそうな顔、私はよく覚えています。前日の違和感、
緑色の手というのは、いわゆるシソの一種だったのかもしれません。島田さんもご存知かもしれませんが、シソというのは、見えた本人に伝えてしまうと、それを伝えた人にも危害があるそうなんです。いや、これ知らなかったですね。そうなんですか。葬儀は密葬で執り行われました。母は何とか遺族様からお墓を伺い、お墓参りに行かせていただいたそうです。A さんが安らかに眠れたことを心から祈り、周りの人を大切にして生きていこうと思います。以上、これが私の母の体験談でした。まあね、お話をした翌日にね、残念なことになってしまって、なんでしょう、初めて聞きましたけども、手が緑色、亀のような黒っぽい緑色だった、違和感があったそうなんですね。よく思想というね、話聞きますけども、顔だけではなくって、体にもこういった違和感が出ることってあるんでしょうかね。で、僕びっくりしたのがね、思想は見えた本人に伝えると、言った側にも危害があるっていう。もちろんね、当たるか当たんないかわからないことなんで、占い師がね、よくその相手に対して寿命を言うのはタブーだとかね、言うのあるんですよ。で、もちろんね、外れたりもするんで、そんなね、人の命っていう大事なことをね、寿命はこうですよなんて言って相手が意識してしまうと良くないから、もちろん言うことは良くないと思うんですけど、何か、やっぱり寿命とか、その人の思想とか、そういうのが分かっても伝えてはいけないって何かあるのかもしれないですね。ただこれから何か周りでね、ちょっと手が緑色に見えてしまうなんて方がいたら、ちょっと僕もね、注意して、その方のことをね、見守りたいなという、伝えられるかどうかちょっとわからないんですけどもね、ちょっと励ましたりとか、はい、なんか一緒にいたりとかね、なんかそういうふうにしてみたいなというふうに思いました。本当にこれからね、気をつけたいなと思える情報ありがとうございました。さあ続きましてですね、マキさんという女性の方からいただきました。ありがとうございます。いつか聞いてほしいと思っていたら投稿があったんで投稿させていただきました。ありがとうございます。さあこちらですね、旦那さんのお話なんですかね。私の旦那が若かった頃、トラックの運転をしていました。ある日、山を2つ越えた先に荷物を運ぶ仕事があり、帰りは深夜だったんです。車を走らせ、もう山を下るって時に強烈な眠気が来た。あと少しなのにもうどうしようもない眠気で車を止め、運転席に座ったまま寝てしまいました。すると、太ももをトントンと叩かれ、耳元で子供の声でしょうか。ねえ、遊ぼうよ。誰かが呼んでる、それはわかるんですが、眠気で目が開かない。トントン。ねえ、遊んで、遊ぼう、こっちおいでよ。と太ももを叩かれる。ダメだ。深い眠りに落ちたそうなんです。しばらく時間が経ち、朝日で目が覚めると、助手席側の窓が開いており、開けた覚えがないんですよ。そういえば誰か呼んでたなと思いながら、木々の中に目を向けると何か石のようなものが見えました。それは石碑、石像、よく見ると無縁仏だったようです。突然眠くなり、その前で寝てしまったのは呼ばれたからかなといった感じ。目を開けたら一体何が見えたんだろうかと未だに思い出すようです。なるほど。もう近いんですよね。あと少しなんだけども、どうしようもない眠気に襲われたっていうね。ここで車を止めることになった。これも何かやっぱり意味があったんでしょうね。やっぱりね、霊が近寄ってくるって時にはね、どうしようもない眠気に襲われてしまうって話ありますもんね。どうなんでしょうね。こっちおいでよとか遊ぼうよって言って何かね危ないのかっていうね話にも聞こえるんですけど、でも無縁仏、純粋に寂しくて何かねその人と波長があったんで本当に一緒に遊びたかったっていうね、そういう無邪気な思いだったのかななんてね思ったりもしますけども、その一方でやっぱりね寂しいちょっとね切ない話だなというふうに思いました。ありがとうございます。すごい話ですね。さあ最後行きましょう。最後はですね、50代の主婦の方、サイさんからいただきました。ありがとうございます。私は
不思議な体験が何回もあり、その中の話を送らせていただきます。体調不良でも何でもないんです。何でもなく、いつも通りに眠った日に見た夢なんですが、私は夢の中で川岸に来ていました。見ると木製の船が川岸についていて、それに乗ろうとしている人々の行列があったんです。その方たち、船頭さんにお金を渡し、順番に乗り込んでいっています。なぜか私もその船に乗りたいと思ったんですが、手ぶらでお財布も何も持っていません。これじゃ乗せてもらえないなと考えていると、遠くから私の名前を呼ぶ声が聞こえたんです。よく見るとそれは川の向こう岸。そこに誰かが立っていて、私の方に大きく手を振っています。誰だろう。目を凝らしじーっと見るとそれは祖母でした。祖母は亡くなっているんですが、東北なまりで、こっちさ来るな、まだ来てなんねえと一生懸命に私に伝えています。そしてそのそばの横には小さい子供が何人もいて、しゃがんで石を積んでいました。そこで夢は終わったんです。もしかすると迷って三途の川まで行ってしまった私を祖母が気づき、まだ早いから帰れと教えてくれたのかもしれません。本当にね、よく聞く、この臨死体験、三途の川の話なんですけども、本当にもうバッチリこういう経験をされたんですね。ちょっと不思議なのが、大体臨死体験ですから事故に遭ってしまったとか病気でとかね、生死の境をさまようような時にこういうことってあると思ってたんですけど、体調不良でも何でもないんですよ。いつも通りに眠った日にこの夢を見たっていうのが、ポイントというか不思議ですよね。ってなると、突然亡くなってしまう方ってとかね、僕らは毎回寝るたびにですね、何かそういったところに行ってしまう可能性があるのかとかね、いろいろ考えちゃいますよね。特に生死の境をさまよわなくても三途の川に行ってしまうことがあって、その何かの弾みでもし向こう側に行ってしまったら二度と目が覚めることがない、そんなことがあったら怖いなと気をつけようとねいうふうに思いました。本当ありがとうございました。